皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。新年を迎えるにあたり、神社へお参りしようかななんて考える機会も自然と多くなるのではないでしょうか。私たち夫婦も毎年のように年末から1月にかけて開運神社へ食べ歩きをしながらお参りしています。普段行かない場所を訪れたり、普段よく行く場所なのにその街の違った表情を発見したりして楽しいですし、何より食べ歩きが最高ですね。ということで今回は東京十社巡りのご紹介です。まず簡単に東京十社についてご説明すると、明治天皇が東京の鎮護と万民の平安を祈願した十の神社のことで、東京23区内にあります。この十社を巡るルートや期間などは定められていないので、数日間に分けて巡ったり、好きな順番で巡ったりなど、自身の都合に合わせてお参りすることができるんですよ。23区内にあるとはいえ、私たちはグルメも堪能したいので、1日ではなく2日間に分けてお参りしてきましたよ。ぜひ皆様も開運を期待しつつ、胃袋を満たして幸せな新年をお迎えくださいね。ということで本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。それでは私たちの東京十社巡りのスタート地点は王子駅中央口です。王子駅北口が目的地の最寄りなのですが、神社の表門から入りたいので少し遠回りして中央口から行くことに。王子駅には最初の参拝地王子神社があるんですよ。また左手には桜の有名な飛鳥山公園があります。ただ私たちは他の神社にも行きたいので今回はパス。ご興味のある方は春先に訪れてもいいかもしれませんね。神社へ向かう間に王子神社についてご説明すると、こちらの神社は開運承福や運気の改正、厄除けや家内安全、交通安全などのご利益のある神社だそうです。第3代将軍の徳川家光公が幼少の頃、春日局が家光の病弱と世継ぎ問題に心を痛め、神社へ健康と大政を祈願したところ、めでたく叶ったということから子育て対岸の神社としても有名だそうです。さて王子神社へ到着。とても立派な大鳥居です。約 8.6 メートルもあり、石造りの鳥居としては都内有数のものだそう。大鳥居を抜けると勇ましくもあり、優しげな狛犬が鎮座しています。よくよく見ると足元には子供がいますよ。もう片方の狛犬の足元にはマリがあり、子育て対岸ということもあって子供と関係のある狛犬になっているようですね。そして社殿は権現造りです。こちらの社殿は戦争で焼けてしまい建て直したものだそうです。東京は戦争の他に関東大震災によって再建余儀なきされた神社仏閣が多いですよね。境内の中には紙の祖神もありました。珍しいですよね。美容室、理容室の方からの信仰が熱いそうです。さてお参りしたら御朱印をいただきます。どうやら王子はサッカーアニメの聖地のようです。東京十社巡り専用の御朱印帳があるというので、せっかくなので専用の御朱印帳を購入しました。表紙が木の御朱印帳です。そして御朱印はこちら。専用の御朱印帳にはその神社の説明書きが印字されています。また木の御朱印帳の他に紫色の布製の御朱印帳もありましたよ。さてお参りしたら今度は駅の北口へ向かいます。北口からだと歩いて3分なんですよ。また目の前には大きな木が、とっても立派で存在感のあるイチョウの木ですよね。
王子神社のイチョウの名称で東京都の天然記念物に指定されているそうです。樹齢はなんと600年。600年前といえば室町時代。長い時間を生きてますね。神社の敷地を出ると音無し親水公園があります。とても綺麗な公園です。あまりにも気持ちよかったので少しお散歩をしましたよ。さて、散歩したら王子駅に戻り次の場所へ。王子駅から亀戸駅に向かいます。王子駅からまずは京浜東北線で12分ほどの秋葉原へ。秋葉原駅で乗り換えをするときに牛乳スタンドがあったので立ち寄ってみました。たくさんの銘柄があってどれにするか迷っちゃいましたよ。選んだのはこちらのカフェオレです。美味しかった。さて、亀戸駅に到着です。亀戸駅にあるのは亀戸天神社です。亀戸駅北口より徒歩15分ほど。駅から亀戸天神社へ向かっている間に簡単に神社についてご説明すると、亀戸天神社は菅原道真公をお祭りしている学問の神様と言われています。また九州の太宰府天満宮に対して東の財布として東財府天満宮、あるいは亀戸財布天満宮とも言われているそう。このことについては実際に訪れてみると納得でした。後ほどご紹介しますね。さて、亀戸天神社に到着です。境内へ入ると大きな池が目の前に。そしてその横には太鼓橋があります。男橋とも言われる太鼓橋です。九州太宰府天満宮の境内に倣って作られたそうで、橋を渡ることで心身を清める目的があるそう。太宰府天満宮に行かれたことがある方ならご存知かと思いますが、太宰府天満宮では3つの橋を渡って社殿に向かう作りになっているんですよね。こちらも太宰府天満宮同様に3つの橋があります。周りには大きな池になっているのですが、池の上には大きな藤棚が作られています。藤の花の名所でもあるそうです。また3つの橋以外にも平橋がありました。平橋の横に素敵な灯籠もありましたよ。琴地灯籠というそう。琴の弦を支える琴地の形に似ていることに由来しているんだそうですよ。さらに進むと女橋と言われる太鼓橋がありました。こちらも太宰府天満宮と同じですよね。池にかかる3つの橋はそれぞれ過去、現在、未来を表しているようです。橋を渡りきると社殿があります。左手にはスカイツリーが見えますよ。美しい朱色の立派なお社ですね。参拝をしたら御朱印をいただきました。雲一つない気持ちのいい天気で絶好の神社巡り日和ですよね。また御朱印と一緒に可愛らしい飴もいただきましたよ。さて、参拝を終えて亀戸駅に向かいますが、ランチにいただこうとお目当てのお店に寄ってみたところ、なんと貸し切り営業で入れず。亀戸増本本店で江戸野菜、亀戸大根を使ったお料理が名物なんですよ。食べられず残念がっていると、夫が行きたいお店があるというのでついていくと、洋菓子屋モンレーブへ。夫は大の甘党なのです。ケーキの他にクッキーやカステラなどもたくさんあり、
1個から買えるのでいくつか購入してみました。後で美味しくいただこうと思います。ランチは次の目的地で食べようと駅へ。次に向かうのはお茶の水駅です。亀戸駅からお茶の水駅は総武線で12分ほどの距離にあります。こちらの駅には3つ目の神田神社があります。改札は聖橋から出ますよ。駅から神田神社へ向かっている間に神社について簡単にご説明すると、神田神社は神田明神とも言われ、730年に創建され、約1300年の歴史があるんですよ。ご祭神は大黒様、恵比寿様平将門公です。大黒様に恵比寿様とは、なんともリッチなご利益が期待できそうです。聖橋を渡ると、本日は寄りませんが湯島聖堂があります。儒学の学問所だった場所で中を見学することができるので、ご興味のある方はぜひ立ち寄ってみるといいですよ。さて、説明をしていると神田神社に到着です。魅力的なお店ばかりの参道がありますが、誘惑に負けず、まずはお参りをしてきます。こちらも朱色のとても立派な門です。とても多くの人でにぎわっていました。お社は関東大震災で焼失し再建されたものだそう。木造に見えますが、鉄筋鉄骨コンクリートなんですよ。関東大震災に踏まえ、耐火耐震に強くするためとのこと。正直鉄筋コンクリートと言われなければ木造だと思ってしまいますよね。また金物なども非常に凝った作りをしています。こちらにハートを発見。なんだか隠れミッキーを見つけたみたいな感じで嬉しいですね。社殿のお参りを済ませたら大黒様のもとへ。こちらの大黒様はなんと石造りの大黒様の中では日本一の大きさだそうです。お次は恵比寿様のもとへ。こちらは物語性のある感じですよね。そして参拝を済ませたら御朱印をいただきましたよ。こちらは書き置きの御朱印でした。家に帰り糊で貼り付けようと思います。御朱印の後は腹ごしらえへ。参道には甘酒やお汁粉をいただけるお店もあるのですが、今回はうどんの名店へ。細打ちうどん竹屋さん。竹屋は食べログ百名店の常連なんですよ。店内はこんな感じ。座席数も多く、平日のランチ時は多くの人でにぎわっているそうです。こちらの名物はエビ天カレーうどん。エビ天カレーうどんを食べたいと思っていたのですが、なかなか魅力的なメニューのラインナップです。夫とあれこれ話し、なんとか注文。そして注文したのはこちら、エビ天カレーうどん。美味しそう。そして夫はかき卵とじうどんです。こちらも美味しそう。少し食べたのですが、とんでもなく美味しかったですよ。カレーうどんのスープはそこまでとろみは強くないのですが、麺によく絡みます。そして甘めで滑らか、美味しい。麺はもっちもち、これまた美味しい。このうどん屋さん目当てでお茶の水を訪れる価値ありです。次は梅おろしうどんかおぼろ昆布うどんを食べようと思います。エビ天も最高です。お腹いっぱいになったら新お茶の水駅へ。行きはお茶の水駅ですが、次は新お茶の水駅なので注意が必要です。
新お茶の水駅から根津駅へ。東京メトロ千代田線で3分の距離です。目的地は根津神社なのですが、コーヒーブレイクをしようと寄り道しました。ここは銭湯を改装したカフェです。下駄箱札がそのまま残っていて、なんだか雰囲気ありますよね。ハンドドリップしたロングブラックを注文しました。カップには煙突が描かれています。この煙突というのはこちら。取り壊さずこうして残しているみたいです。コーヒーを飲みながら歩いていたら、あっという間に到着。根津神社大和武が拝殿を創始し、江戸時代に5代将軍綱吉、6代将軍家信によって今の神社の大造園を行ったそうです。以前屋根線食べ歩き動画でも根津神社をご紹介しているので、屋根線食べ歩きをされたい方はぜひご覧くださいね。根津神社はつつしの名所としても有名なんですよ。境内には約2000坪のツツジ園があり、4月の終わり頃には約100種3000株のツツジが咲き誇るそうです。春にツツジを見に来るのもいいかもしれませんね。またこちらの立派な楼門の右側には有名なあのお方が鎮座されているんですよ。水戸黄門様です。そして楼門を通り抜けると、黄色く色づいたイチョウの木と美しい社殿が目の前に。朱色で美しく、とても豪華な作りをされていますよね。近くでじっくりと観察してみると、なかなか興味深く見ていられるものですよね。参拝をしたら御朱印をいただきました。また一つ増え嬉しくなってしまいます。そうそう、奥には千本鳥居があるんですよ。こちらでは多くの海外からの旅行客の方が写真を撮られていました。確かに日本らしい美しさがありますよね。こちらの根津神社は広く自然も多いので、散歩するのにもいいですよね。それでは根津神社を後にし、次の場所へは徒歩で向かいたいと思います。歩いて13分ほどの場所に本日最後の目的地、白山神社があります。白山神社はくくり姫の命、イザナギの命、イザナミの命という神様が祀られており、縁結びや家内安全、子孫繁栄などのご利益があるそう。梅雨の時期には文京あじさい祭りが開催されるほどのあじさいの名所でもあるようですよ。神社は街中にあり、坂道を登ると鳥居が見えてきます。さらに階段を上がると可愛らしい門があり、白山神社の社殿が見えてきましたよ。ここに来るまでに大きな神社を訪れていたためか、こじんまりした印象のある神社ですが、近所の方が立ち寄る様子なんかも見られ、地元の方に大切にされてきた神社の雰囲気がありました。なんだか温かみがあっていいですよね。社殿の木彫りが素晴らしかったですよ。夫と思わず見入ってしまいました。お参りしたら本日最後の御朱印をいただきました。5つの神社を巡ってきましたが、達成感がありますね。神社の裏手には公園があるので、亀戸の洋菓子屋さんで購入した焼き菓子をいただくことに。気持ちのいい疲労感があります。なかなか楽しいです。
次回が楽しみ。さて、東京十社巡り2日目スタートです。私たちは週末の土曜日を利用して2週連続で参拝することにしました。そして今回のスタート地点は新馬場駅。JR 品川駅から2駅ほどの場所にあります。新馬場駅にあるのは品川神社。駅の北口から歩いて1分ほどの場所にあるんですよ。行く間に簡単に品川神社についてお伝えすると、品川神社は平安時代末期の1187年に源頼朝公が現在の千葉県館山市にある洲崎明神の雨の霧の目の命をお迎えして海上交通安全と祈願成就を祈られたのがこの神社の始まりだそうです。こちらの神社には徳川家康も訪れており、関ヶ原の戦いへの出陣の際に参拝し戦勝を祈願されたと言われています。北口から出るとほんとすぐそこですね。品川神社は高台にあるようです。土曜日の昼前ですが、地元の方と思われる人の流れが絶えることなく続いていきます。散歩ついでにふらっと立ち寄る場所なのかもしれません。観光スポット化している神社も素敵ですが、こうした地域の方に支えられている神社もいいものですよね。この階段を登っていくと、品川神社の社殿が奥に見えてきます。第一印象は鳥居や灯籠、石碑が非常に多くて、多くの方から様々奉納されてきたと思われるので、多くの信仰を集められてきたことが伺えます。こちらの鳥居は品川区指定有形文化財だそうで、三代将軍徳川家光公の側近堀田正盛公が奉納されたものだそう。都内では上野東照宮に次いで2番目に古い鳥居なんですって。確かに彫られている字が読み取れないほど経ってから長い時間が経過していることがわかります。社殿はこじんまりとしていますが、朱色と白の美しい社殿ですよね。中では七五三の時期ということもあり、七五三の祈願をされているご家族が何組かいらっしゃり、華やかで賑やかでした。またこちらの水舟も鳥居と同様に堀田正盛公が奉納されたものだそうですよ。上には徳川の家紋葵御紋が、徳川家とゆかりのある神社ゆえですね。また夫が先に気づいたのですが、カッパさんが座っていますよ。珍しいですよね。そして足元には亀さんも。とても賑やかな水場です。夫がカッパも亀も竜も集まるほど清い水なのかもねと言っていて、なかなか可愛らしいことを言う夫です。また交通旅行祈願もあり、旅行が好きな私たちなので祈願してきましたよ。他には富士塚もありました。この富士塚に登ることで本物の富士山に登ったのと同じご利益があるとする富士信仰に基づくものだそう。私も夫も富士山には登ったことがなかったので、これで登れたということですかね。大変ありがたい富士塚です。山頂に到着。目の前には線路があるので電車が見えます。富士山は
ちょっと見えないですけど、富士山に登ったのと同じご利益があるという場所なので、登れたことに感謝ということで、参拝を済ませたら御朱印をいただきましたよ。青い空と朱色の社殿と白の御朱印帳が美しいです。さて、駅に戻り、次に向かうのは新馬場駅から品川駅で乗り換えて浜松町駅へ。ここには芝大神宮があります。ちょうどお昼時ということもあるので、江戸時代から続くお蕎麦屋さんでランチをしようと思います。駅から歩いて5分ほどの場所にある更科布屋です。創業は1791年、230年ほどの歴史があるんですよ。1階2階に客席があり、とても広いのですが、店の中は大勢のお客さんで大にぎわいです。行ったタイミングでは少し待つこともあるみたいですね。こちらのお蕎麦屋さんは二八そばや十割そば、月ごとに四季折々の素材を練り込んだ家電変わりそばなどが名物です。12月はゆずそばですね。そして私たちが注文したのは、まずは天ぷら盛り合わせ。上に乗っているのはそばを揚げたものだそう。パリポリとしておつまみにも良さそうです。夫と2人で分け合うことにしましたよ。それぞれ好物は違うので喧嘩になりません。私は大好きな椎茸からいただきました。珍しい海苔の天ぷらはパリパリで風味豊かです。エビは2本あったので一安心です。大きなエビで食べ応えがありましたよ。食べているとお蕎麦も出来上がりました。夫は3食そばを注文です。そして私が注文したのは月替わりそばのゆずそばです。どちらも美味しそう。それではゆずそばをいただきます。ゆずそばは細麺で喉越しもよく、なんといっても香りがいいですね。そば汁は醤油、鰹節のだし汁、砂糖、みりんの4種類のみを使用しているそうで甘口でした。夫の3食そばも一口もらいましたが、こちらはそばの実の中心だけをひいて作ったものだそう。つるっとし、喉越しが滑らかです。こちらは二八そばで、そばの香りもよく、コシもあり、美味しかったですよ。残りの1食はゆずそばでした。そば湯もいただきましたが、甘くて濃いめなので、そば湯としても美味しいですね。ランチを食べたら10社巡りの再開です。今から向かう芝大神宮について簡単にお伝えすると、平安時代に創建された由緒あるお社です。伊勢神宮の天照大神、豊受の狼の2柱が祀られています。江戸時代には関東のお伊勢様として数多くの人々の崇敬をされたようです。歩いている時に気づいたのですが、とんでもない行列ができています。なんとこの日は大人気のお守りが発売される日だそう。たまたまこの日に訪れたのでラッキーでした。強運より強い運が授かれる幸運お守りとのことで、芸能人の方も通われていることで有名らしいですよ。また恵みと彫られた石がありますが、ここは歌舞伎の演目にもなっている恵みの喧嘩が起きた場所なんですって。境内で開催中だった相撲の春場所を町火消しめぐみの2人とその友人が無線見物したのが発端となり、と話が長くなるので割愛しますが、
最終的には火消しと力士合計36人が捕獲される大喧嘩大事件になった場所だそうですよ。ご興味のある方はめぐみの喧嘩で調べてみてくださいね。さて、お参りを済ませて御朱印をいただきました。そして幸運守りもいただきましたよ。早めに売り切れてしまうそうなので、欲しい方はお早めに行かれることをおすすめします。さて、次に向かうのは大門駅から2駅の六本木へ。ミッドタウンの入り口前から外に出て、六本木駅から歩いて15分ほどの場所に目的地赤坂氷川神社があります。赤坂氷川神社は1000年ほどの歴史があり、厄除け縁結びの信仰のある神社です。社殿は徳川吉宗公が建立され、震災戦災を免れ、建立当時の姿で残っているそうです。境内に入っての印象は、イチョウの黄色と日の光のせいか、とても明るい神社だなぁと感じました。建立当時、幕府による倹約政策が進められていたため、これまでの徳川家ゆかりの神社に比べると簡素ではありますが、将軍の寄進だけあって存在感がありますよね。こちらは口なしの実でしょうか。あまり縁起のいい植物ではないそうですが、可愛らしい実ですよね。また、都心では珍しい出汁が置かれていました。江戸時代では出汁が多かったそうですが、戦後はみこしの方が多くなったそうですよ。地面が整備されていない中で出汁を引くのは難しかったからなのかもしれませんね。また、大きなイチョウの木がありました。推定樹齢400年で、幹の周囲は約 7.5 メートルもあるそう。とっても立派なイチョウの木ですよね。裏側に回ってみると、1945年の東京大空襲により幹の大部分を焼損してしまったようですが、今でも辺り一面を黄色い絨毯にしてしまうほど多くの葉をつけているなんて、生命力の強さを感じますよね。さて、参拝を済ませたので御朱印をいただきました。これで8社目の御朱印です。そうそう、こちらの神社も品川神社同様、狛犬がたくさんいらっしゃって、多くの機会に奉納されてきた、たくさんの信仰を集める神社だとも思いましたよ。また庭園もあり、着物姿で写真を撮られている方もいらっしゃいました。確かにこの橋の上に着物姿というのは映えますよね。多くの植物もあるとても素敵な神社を後にし、次の目的の神社へ行きたいのですが、夫が絶対に行きたいと言っていたお店があるので寄り道したいと思います。ホットケーキパーラーフルフルです。店内のショーケースはフルーツとたくさんのフルーツを使ったスイーツが、店名にホットケーキとついているだけあって、メニューはホットケーキが中心になっています。夫はチョコバナナという組み合わせに目がないので、迷わずチョコバナナホットケーキを注文していました。そしてそれがこちら、チョコバナナサンデーパンケーキです。想像していた以上にサイズが大きくて、2人で分けることにしていてよかったです。私たちそば食べたばかりですしね。
お店のおすすめの食べ方の案内に沿って夫が丁寧にバターを塗り、丁寧に切り分けてくれました。私は2切れもらいましたよ。周りはサクサクで流行りのふんわりというよりかは生地がぎゅっと詰まっていて、夫の好きなクラシックなタイプのパンケーキでした。さて、甘いものを食べて満足したら、お店から歩いて15分ほどの場所にある日枝神社へ。先ほどの赤坂氷川神社からは歩いて20分ほどです。日枝神社、徳川家康が江戸城を居城とするにあたり、徳川家の守り神、江戸の産神として大切にされてきたという歴史があります。そして江戸城が皇居となったことで、皇居の守り神、皇城の鎮として崇められています。日枝神社といえば、個人的な印象はエレベーターのある神社です。高台にあるのでエレベーターがあるんですよね。こちらはビルの中にある大きくて美しい神社です。この日は七五三で来ているご家族がかなり多くて撮影は控えましたが、さらに華やかで明るく美しかったです。またこちらは夫婦一対の勝像の一つで、縁結びのご利益もあるため結婚式もよく見かける神社です。参拝を済ませて御朱印をいただきました。あと残り1社です。そうそう、稲荷参道もあり、こちらの鳥居も有名です。鳥居を抜けて神社を後にします。日枝神社から歩いて3分ほどの溜池山王駅に向かい、日本橋で乗り換えたら門前仲町へ。所要時間は20分ほどです。残す最後の一つは富岡八幡宮。富岡八幡宮は1627年ご神託により創建されました。深川の八幡様とも言われ、庶民の信仰を集めた神社だそうです。また江戸時代には肝心相撲が行われていたそうで、横綱や大関の力士碑が立っていましたよ。このことからも、この神社には多くの江戸庶民が集まっていたことが伺えますよね。また伊能忠敬像なんかもありました。なんと測量旅行へ出発するたびにこちらに参拝されていたそうです。そして江戸に住む人々に支えられていた富岡八幡宮はとても立派で、かなり広い敷地の中に立っていました。境内の一部は大掛かりな改修工事もなされ、さらに立派な神社になりそうです。神社の裏手にも横綱力士碑がありましたよ。深川両国に近いこともあり、相撲と縁が深いのかもしれませんね。また改修工事につき、西参道から一度敷地の外に出ないといけない場所になっていたのですが、奥には大鳥神社、鹿島神社、金毘羅社などの末社がありました。行かれた際はぜひ参拝されてみてくださいね。参拝をしたら最後の御朱印をいただきました。すごい達成感があります。これはとっても嬉しい。来年もいい年になりそうです。そして最後に、今回は東京10社巡り食べ歩きのご紹介でした。この動画を少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。